はい、こんにちは。今日はね、月旅行計画、後編、やっていきたいと思います。前編からの続きになるわけなんだけど、もしかしたら、説明が足りてなかったせいで、なんで行ったり来たりしてんだって思ってるお客さんがいるかもしれないので、軽く説明を。まず今回の月旅行計画の最終目的地はこの世界のスタート地点なんだけど、それが第二本拠地って呼んでるところからはるかこっちの方向にあります。で、前回あさっての方向の第三本拠地まで行ってたのは、まず船を取りに行ったのと、主に電気系統の部品は第三本拠地に置いてあるのと、あと自爆ドローンスポナー、これらの回収が目的でした。で、これから第二本拠地経由でスタート地点に向かうってなところで前回終わってるので、今回はその続きになります。ということで行ってみましょう。で、直線距離で言うとここ左に曲がった方が良さそうに見えるんだけど、この前ロケットグライダーで上から見た時に結構広い浅瀬があるのが見えたんだよね。なので第二本拠地に来た時と同じルートを戻る感じで、ここは右側を迂回します。で、港でちょっと停泊して充電とか電気系統の回線の調整をしときましょうかね。本当は大事な荷物のほとんどは第二本拠地に置いてあるんだけど、積載は後回しにして反対側まで迂回します。っていうのもね、こっちにも少し浅瀬があるのが分かってて、荷物をあんまし積みすぎると船が沈んで通過できないかもしれないんだよね。ドローンで渡れるくらいの浅瀬だったのも分かってるので、現時点ですでに危ないんだけど前回一時的に動力を外さないといけないかもって言ってたのがその辺ですね。目で見た感じダメかもしんないどうだ？やっぱり引っかかるか。お、ギリいけますね。これスクリューを2枚刃にしてたから横に倒せば地面に当たらないし、水に浮いてるのって意外と手で動かせますね。荷物を積みすぎて沈み込んだり、重すぎて手で動かせなくなってたらアウトだったかもしれないんだけど、よし、なんとかクリアできました。これ以降は回避できない浅瀬はなかったはずなので、ルート上の難問はクリアしたと言っていいでしょう。それはいいとして、前回ヘリから移植したプロペラがね、実はあんまし効果がないみたいなので外しましょうかね。っていうのもね、同じ電源系統から引っ張ってるから、この分スクリューの出力が下がるし、風の抵抗をめちゃくちゃ受けるみたいなんだよね。さっきの浅瀬で使えるかなって思ってたってのもあるんだけど、もう出番もなさそうなんでね。まあこうやって置いとけばまた来た時にすぐヘリが作れるんじゃないかな。ついでに同じ理由で
後ろにつけてたプロペラも外しときます。よし。では荷物の積み込みをやっていきましょう。重要な荷物はいくつもあるんだけど、最重要なものから。まずグリーンスライム、ニトロセルロースの材料の一つである硝石を生成する液物ですね。こいつがいいかな。くっつけ。こんにゃろ。よし。グリーンスライムは近づくと爆発するので、こうやって長い何かでつなげとかないと危ないですね。で、同じくニトロセルロースの材料の一つであるイエロースライム。こいつは触れたものを食べちゃうので、一部の食べないものをくっつける必要があります。ここではどのみち荷物として持っていく銀を使って、とりあえずこの辺にくっつけとこうかな。よし。まだ荷物はあるんだけど、この辺だと作業しにくいんだよね。なんやかんややってる間に充電も溜まってきたので、少し場所を移します。もう少し先に平地があるのが分かってるので、よし。ここで最後の荷物を積み込みます。この山の上にこの前使ったロケットグライダーが置いてあるんだけど、こいつからロケットエンジンとニトロセルロースを持っていきます。ロケットエンジンは5つとも持っていくとして、ニトロセルロースは250キロ全部持っていくのもめんどくさいので、半分くらい持っていきます。何回かに分けて運んでるんだけど、合計125キロくらいですね。で、最重要な資材の一つが硫黄。この噴気孔がバージョン 1.2 で実装されたバイオームなので、まあ初めて見つけたのはここよりも少し手前ではあるんだけど、もうここで積んじゃいます。あとゴムの実も念のため持っていっとこうかな。よし。ここから先はあまり止まる必要がないので、エンジンも併用していきましょうか。おっと、スライムが燃えるかもしんない。ちょっと移動させとくか。ちなみに燃料が消えた時とかに船体に衝撃が発生する現象の対策としては、燃料をくっつけないという方法で解決してます。この燃料庫に放り込んで火をつけるっていう手法ですね。燃料が安定しないので、エンジンの燃焼も不安定になるっていう問題点が残ってるので、そこは今後の課題なんだけど、よし、まあこんなもんかな。ではいよいよスタート地点に向けて行ってみましょう。で、途中細かすぎる素材ははしょっちゃったんだけど、普段どこでも見かける素材でもバージョン 1.0 の土地ではレア素材なので、荷物の大半はお宝ですね。まあ粘土は私は普段活用してないのと、結構重たいってのもあってあまり積んでないんだけど、傾斜というかガラスはイエロースライムによく効くので、かなり重要なアイテムです。で、同じくかなり重要なのが植物の種。これね、植樹が実装される前は木を増やすことってできなかったし、松とゴムの木は
生えてすらいなかったので、これも持っていきます。待てよ。バージョン 1.0 の土地ってゴムの木育つのかな？ちょっと心配になってきたぞ。ちょうどこの辺、この島に到着してから最初に停泊した場所なんだけど、ここで見たことない色の地面があるって言った覚えがあるから、この辺で育つかどうか。ゴムの木って最初見つけるまでかなり旅をしたし、実装直後は育つ環境がシビアだったので、育ちますね。まあスタート地点で育つかっていう不安は残るので、生ゴムを追加で積んどきましょうかね。ちなみに初めて見つけた噴気口はこの近くにあるので、硫黄が足りなくなった時に他の噴気口を見つけてなかったら、ここまで取りに来ることになるかもしんない。よし、では改めてスタート地点に向けていざ。っていうか、ここまでが第2本拠地の大陸だったんだけど、ロケットグライダーの回で見た通り、やっぱしえらく縦に長かったですね。ここからさらにあの大陸2個分くらいの距離があったと思うんだけど、船自体は安定稼働してるのと火力発電も積んでるので、遭難することはないんじゃないかな。で、来た時のルートはここから左斜め方向から来たんだけど、あの時は新バージョンの要素を探して当てとなく放浪してたんだけど、今回は目的地となるスタート地点までほぼこっちに直線方向ってのが分かってるので、海を突っ切ります。たまに V があったりして、実際にロケットグライダーで不時着した後なんかは風車もあったりしたので、古いバージョンの地形でも未探索のエリアに生成されるものは少なくないかもですね。さて、そんなこんなでなんかね、見覚えがありそうな地形にたどり着いたんだけど、ちょっとね、本当にまっすぐ進めてるか不安になってたので、少し歩いてみます。スライムを海に放り込んだりして、明らかに一変来てる場所なんだけど、火が燃えてる。何に使ったんだ？あれ？鉄が石鉄鋼になっちゃいました。こういう時はまた加熱してあげれば鉄に戻ります。錆びた鉄を焼き直した時のやつだ。これ第一本拠地の近くですね。これで場所を確信できたので、あとはもうスタート地点にまっしぐらです。そんなこんなで、よし、明らかに見覚えがある地形。そしてよし、無事に到着しました。いや、待って待って待って、ここがスタート地点ってのは私は分かっててもお客さんが分かんないのってよし、改めてスタート地点に到着しました。ということで、月旅行計画後編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。これね、最後たどり着いた場所、今の一番艦を最初に作った場所で、一番最初は鉄
手こぎボートとして作ったんだよね。いやー、格段に成長して帰ってきました。まあ今回も長旅になったし、思い出話とかはおいおいやるとして、計画通り月旅行の準備が完了した今、いよいよ月を目指したいということで、次回は月面着陸やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。